なんですけれども、手裏剣を複数本両手に持って連打をする、これの距離を少し伸ばして遊んでみようかなと思います。もともと私はこういった連打やってたんですけれども、この連打というのはいくつか種類があります。一つはこうやって持ち替えて打つ、つまり打って持ち替える、持ち替えて打つ、持ち替えて打つ、この動きを補給、手裏剣を補給するとみなして、海外ではよく補給なしの連打、ノーリロードの連打、そんな名前で呼ばれていたりします。この両手で複数本手裏剣を持って打つ、この連打は私も練習としてやっていたんですけれども、先日の遠征でお会いした手裏剣が上手な方の中には、その距離がすごく長い距離で行える人たちがたくさんいて、もう少し自分のこの連打の距離、これを伸ばすという発想がなかったので、ちょっと伸ばして遊んでみたいなと思いました。今日はだいたい2件ぐらいを目安にやってみたいと思います。とりあえず最初は4本ぐらいを目安にやってみます。私がこの連打をするときには1件半とか短い距離でやることが多かったんですけれども、ちょっと手にしようかな。この距離を伸ばしていく、この距離を伸ばすだけで難易度というのは全く変わってきます。この距離が長くなると、私はどうしてもこう斜めに手を使ってしまうんですけれども、これでいいのかどうかが、例えば縦だともう少し安定もしそうなんですけれども、ちょっと動きとして違和感があるんですよね。なんでどうしてもこの動きを繰り返した方が安定するような気がしてます。これでね、もし打てるのであればそっちの方がいいんでしょうけれども、なんだろう、やっぱりこういう手の動きってこう内緒もあるんでしょうかね。こちらの方がね、私は安定してるんです。ただこれが例えば今4本だからいいんですけど、量が増えた時にこれだと何か無理が出てくる、重くなってくるので、近い距離だとね、私もっと本数増やしてできます。ただやっぱり重さがあるんです、手裏剣自体の重さが。なので自然に手を動かすとしたらこっちになってしまう。それを見越すとなかなか、ただこの斜めで飛ばしてっていうのが意外と難しかったりします。ちょっと離れすぎちゃいますね、手が。もう少し体に近いところの方がいいのかもしれないです。これぐらいの方がいいのかな。ちょっと離れすぎてたか。後々重くなることを想定すると、少しこの軌道に慣れた方がいいんですけれども、でもやっぱり普段ね、こう縦に近い軌道で打ってるので悩むところですね。縦軌道の方が安定するといえば安定するんですよ、その手裏剣が。ただどうなんだろうな、これで慣れちゃった方がいいのかな。意
意外とね4本だけでも難しいもんです。この距離が伸びてくると難易度って急に上がってくるんですよね。近い距離だとね、だから何度も言うように比較的簡単なんです。ちなみに今私は全部直打で打ってます。直打法、直打法、4分の1しか切っ先が倒れない打ち方、これで打ってるんですけれども、これを反転使ってしまう、反転打法を使う、それもありなのかなと最近ちょっと思ってきています。数が増えてきた時の対策の一つとして、直打法ではなくて反転打法、これを使うことでおそらくねまたちょっとこの間合いの使い方が変わってくるかなと。もちろん私1本でしたらそれこそここで今2軒半とかですけれども、おそらくもっと長い距離でも直打法、直打法で打つことができますが、実際そこまでやる必要はなく、だいたい手裏剣の間合いというか、直打法、直打法の間合いはだいたい3剣も打てればまずは十分といったところなので、その2剣半から3剣ぐらいになったところで反転打法を使うという人もいます。なので、ちょっと今できるかな、ちょっと反転打法でこれをやると、ちょっと難しいですね。まだ反転打法のコントロールが不十分。ただこのように剣尾を押さえる必要がなくなるので、比較的楽といえば楽なのかもしれません。同じ動きをね繰り返せれば、今反転打法で打ってます。切っ先をこのように手首側に切っ先を向ける。左も同じですね。こんな持ち方になってます。これでなるべくお尻側を押さえない。意外とこれはこれで面白いですね。ただ切っ先を指先側に向ける直打法、直打法、練習をするとしたらこちらからかなと。こちらができるようになってから反転打法はやっていった方がいいかなと思ってます。あとはこの打つスピードですね。この打つスピードをどれだけ速くできるか、これが課題といえば課題。これがある程度速くできるようになったら今度は本数を増やさなければいけないので、やることは山積みですけれども、まずは目の前の一つ一つを課題としてクリアしていかないといけない。コントロール、本数を増やす、威力を上げてから本数を増やしましょうか。で距離も取ると。今日はこの複数本を手に持っての連打、これの距離を伸ばしながら遊んでみました。毎度ねこういうふうなことをやるときには必ず言うんですけれども、これの複数本を手に持った連打の距離が伸びたから偉いとか、もしくはこのスピードが速くなったからすごいとか、そういったことではないんです。ただ例えばこの状況で手裏剣がコントロールできると、多分1本であればもっとはっきりとしっかりとしたコントロールができるようになる。それとやはりとっさにこうやって持ち替えて使うわけですので、この手の内、この状態でいかに手裏剣をコントロールできるか、
そのコンマ数秒ですけれども、1本持ってる時よりも余裕はなくなります。そんな中でしっかりと手裏剣をコントロールする、その回転のコントロールであったり方向性のコントロール、そういったものをしっかりとする、そうやって身につけた技術っていうのは必ず1本の時にも生きてくると思ってます。ですのでそういった1本をしっかりと打つ練習をするために複数本を使って練習していると、そういった感覚で今日は練習していました。こんな形でいろいろと遊んでいますので、もし何か質問や気になることなどありましたら気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。